カペノート。防寒アイテムといえばハンドルウォーマーじゃないでしょうか。そうかもしれんけど、かっこ悪いじゃんか。ウィンターグローブにどんだけお金をかけても手はかじかんでしまいます。スキーのグローブのように操作性をかなり犠牲にすればいける可能性はありますが、それもかっこ悪くありませんか？ゴアテックスとかの特殊な素材を使えば暖かいんじゃないの？私は手足が普段から冷たいので、一度冷えたらなかなか暖かくなりません。ウィンターグローブもいろいろ使いましたが、寒いです。赤切れになります。それにゴアテックスの特徴は防風と透湿性にあります。水という液体は通さないが、水蒸気は通すというものです。暖かくするのではなく、冷えにくくなるってことだね。もしかしたら手は蒸れにくいですが、気化熱で体温が奪われてしまう可能性もあります。そして私の答えはカバープラスヒートグリップの組み合わせです。ハンドルカバーで防風をしつつ、ヒートグリップで積極的に指を温めます。しかしグローブは薄手の春夏向けのメッシュ素材になってしまいます。厚手のグローブだとカバーの中でのグローブの移動が厳しいからです。その分ヒートグリップの温かさが伝わりやすいです。ウォーマーの方が手が自由に動かせるんじゃないの？確かにウォーマーの方がブレーキの操作性は高いです。しかしウインカーの操作はカバーに比べて劣ります。安全性を優先したらウインカーよりブレーキじゃないの？私はカバーの方がバランスが良いと思います。ブレーキレバーはカバーが馴染むまでは操作しにくいです。6年間このタイプを使っていましたが、2年前からカバーを使っています。それってやばいんじゃねえ？ブレーキレバーの操作性は超重要じゃん。確かに信号が多い市街地はブレーキレバーに指をかけておいた方がいいかもしれません。でもバイパスなどはブレーキをかける機会は少ないので、メリットの方が上回ります。そのメリットって暖かいってこと？暖かさはもちろん大切ですが、ウインカーの操作性がしやすくなります。ウォーマーはウインカーがとにかく操作しにくいです。6年間使いましたが、コツをつかむことはできませんでした。特に寒さでひび割れた親指にかかるダメージは大きく、ぱっくり割れることもたびたびでした。ウォーマーは寒さと操作性をトレードオフするものと思い込んでいました。なんたって6年間も使っていたくらいですから。そんなある日、運命の2年前にハンドルカバーを見つけたのです。最初は値段で選びました。ウォーマーに比べて値段が安かったからです。使い始めの最初の印象は、ブレーキレバーをさっと握れなくて危険だなってことです。けれどもカバーが手の形に馴染んでくると、違和感をあまり感じないで操作ができるようになってきます。じゃあカバーを使うときは事前に手の形に馴染むように使ってないウィンターグローブやタオルなどで形の矯正をした方がいいってことだよね。確かにそれはいいかもしれません。ルナさん、ナイスアイデアです。1年でこのように色あせてしまいます。この色あせが我慢できるなら、数年間使用することはできると思います。色あせが目立ちにくい色ってあるのかな？どうなんでしょうね。他の色を使ったことがある人がいたらコメントいただけると助かります。最後にカバーを使う時のコツの話をします。コツってことはそれをやらないと使いづらいってことなの？そうなのです。私の場合はこれをやらないと左折のウインカーがまともに操作できません。まず乗車直後はウインカーまで親指がうまく届きません。そこでカバーを自分の方にぐいぐいと寄せます。そうするとウインカーに親指が引っかかるようになります。一度ウインカーに親指が届くようになれば、しばらく問題無く操作できるようになります。ウォーマーでも多少の操作性は向上しますが、いまいちです。このようにウインカー操作で工夫していることがあればコメントをいただけると助かります。プチ改造で操作性が向上するとかってあるのかな？ご視聴ありがとうございます。カペノート、応援よろしくお願いします。